こんにちは、金子でございます。ということで今日なんですけども、見ての通り漁港に来ております。市場で買うお魚もいいんですけど、やはり自分で釣る魚は格別ということで、今日はお魚を狙いに来ております。今日狙うお魚がキス。今うまい魚ですね。結構釣れてるみたいなので、今日は船でキスを狙いに行きたいと思います。もうすぐ船来ると思うんでね、乗り込んで釣っていきたいと思います。よし、それじゃあ出港する。到着しました。行きましょうか。今日の餌はこちらですね。もうキスといったらゴカイ。今日は石ゴカイで、この粉かぶしてるのは石ゴカイってぬるぬる滑るんですよ。なので滑り止めですね。これをつけることによって手で掴みやすくなって針につけやすくなると。さあ、じゃあやっていきます。だいたい陸のキス釣りはピューンって投げるんですけど、船の釣りは落とすだけ。餌つけていきましょう。石ゴカイをちょっと縫って、縫い差し気味でこんな感じで、今日は2本針ですね。縫い縫いと縫い縫いと、はい、こんな感じ。じゃあ行きます。ほいほよん。水深が5メーターですね。水深6メーター。あ、水深つきました。カワハギ釣りみたいにこう小刻みに誘ってなるほど止めてっていう、止めた時に当たりが結構出る。誘ってこのキス釣りっていうのも奥が深くて、上手い人と下手な人ではものすごい差が出ますもんね、この釣りは。あ、引っかかっちゃったな。あ、取れました。針が1本になったんですけど、まあ1本でもいいですか。ちょっとこれ難しいこれむずいかも。これ船長むずいですね。これ結構簡単なイメージなんですけど、奥がかなり深いですよね。奥かなり深い。これ今夕方なんですけどね、いいな、この夕涼みも兼ねて船でキス釣りなんて贅沢な。今日の目標は切りよく13匹、3匹天ぷらの10匹刺身。あー、なんだ今当たったかな。あ、来た。釣れた釣れた、絶対釣れた。これはゆっくり上げていく。むちゃくちゃ繊細な当たり。さあ上がってきて、はい、来ました。1匹目。綺麗な魚ですよね。釣れたてのキスですね。釣れたてはね、こんなに綺麗なんですよ。でキスを入れると。よし、とりあえず1匹目。よし、行きます。はい、来た。はい、釣れた。慎重に慎重に上げていくと、こりゃ釣れますぜ。おい、ほら、ちゃんと上顎にかかってる。釣れたてのキスでございます。綺麗ですね。お前は今から刺身な。もうここからは面白みは一切ありません。ただ黙々と釣っていくっていう動画になるんで、よろしくお願いします。はい、そこを取ります。ちょんちょんして誘う。はい、ピンと張る。そして当たりを待つ。そんなことある？なんで？タコ釣れたんだけど、なんでイイダコ釣れた？なんか重いなと思ったんだよな。あ、痛い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 。これイイダコですよね。これイイダコだな。おっしゃ、じゃあイイダコゲット。はい、イイダコちゃんです。お前も天ぷらだな。はは。マジで船乗るのこれ1年ぶりぐらいなんですけど、来るね、結構船酔い的なやつ。船酔いってワードを出すとやべえ。船酔いマスターの僕からの助言です。もうやばいと思ったら遠く見ましょう。遠く見て楽しいことを思い浮かべる。でね、大体船酔いっていうのはね、お、来た、釣れてない時に来るんですよ。でここで釣れるとうおーってなって船酔い治るんですよっていう研究があるんですよ。面白いですよね。はいはい、来ました。でかい。これ今日一じゃないかな。ありがとうございます。それじゃあどんどん釣っていきたいと思います。
かれこれ1時間ぐらい経過しましたね。こんな釣れました。最高ですよ。これサバと丸アジも奇跡的に釣れましたね。でキスが20、30ぐらいいますね。めちゃめちゃ釣れました。入れ食いですね。もうこれ以上釣ってもね、さばくのが大変だし食べきれないので、今日はこれで帰りたいと思います。それじゃあ帰宅。よいしょ。ただいま。いや久しぶりの釣りは楽しかった。というわけで本日の釣果がこちら。よいしょ。うわ結構いるな。まあざっと30匹はいるでしょうって感じですね。大きさは大体揃ってますね。うわこれでかいな。で鮮度のいいキスはこう持つとねピンと立つんですよ。でキスといったら皆さん天ぷらを連想すると思うんですけど、キスっていうのは鮮度が高ければ高いだけ刺身がうまいんですよ。なので今日はこちらのキスを使ってお刺身を作っていきたいと思います。でもせっかくなんで天ぷらもちょっと作りましょうか。キス釣りはね楽しいんですけどね、この家帰ってきてさばく作業がこれが大変なんですよ。さあ小魚の数をこなすときはシンクの上にまな板乗せてちょっと傾斜を作ってこっち側に水が流れるようにします。そしたらあとは水をちょろちょろちょろと流して鱗を取っていきます。キスの鱗は強いので綺麗に取ってくださいね。この背びれのライン、あとお腹、ここね、お腹もしっかりと取りましょう。そしたらこうやって鱗を綺麗に取りまして、で、鱗が取れたら、ヒレのところからバスッと落とします。これですね。で、お腹を指で押して、内臓がちょっと出てきますんで、そこからカキカキカキと内臓をかき出します。いいキスですね。この奥に白いの見えますよね。これ内臓脂肪ですね。とりあえず全部この状態にします。鱗を取って頭を落とすと。お、これ卵だ。卵がパンパンに入ってますね。めちゃくちゃいましたね。で今日の下道がこちらですね。まずこれがマサバですね。マサバ。今防波堤からもこのサイズたくさん釣れますね。で次これ丸アジですね。丸アジはマアジより味が劣るって言われてるんですけど、夏は脂乗ってて丸アジも美味しいです。でイイダコちゃん、頭に米粒みたいな卵をいっぱい持つからイイダコとも呼ばれますね。針を飲み込んじゃったので持ってきました。これなんでしょうね。綺麗な魚、熱帯魚みたいなお魚です。これはこれでいただきたいと思います。そうしましたらこちらキスをお刺身にしていきたいと思います。お刺身にする場合はまずはお腹を割ってしまいます。でお腹の中さらにきれいに洗っていきます。こんな感じ。そしたら大名おろしで3枚におろしていきます。頭の方からズバババババッと。できるだけ骨に身を残さないように頭の方からスイーッと入れます。こんな感じですね。そしたら腹骨をすきます。腹骨を薄く引きます。でちょこっとここを切って形を整えます。こんな感じですね。腹骨をできるだけ薄く引いて、でここをちょこっと切る。でここをちょこっと切ることによって皮が引きやすくなります。これでキスの三枚おろしの完成ですね。で骨は骨せんべいとかにするととても美味しいですよ。でキスの皮引き、尻尾の方から包丁を入れて、でスッ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 と。どうですかこれ。釣れたてのキスじゃないとこの輝きにはなりませんからね。尻尾の方から包丁を入れてピッ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 と。で包丁はこうちょっとしなりがある柳包丁とかだと綺麗に引けると思います。であとまな板は必ずまっすぐなものを使ってください。へこんだまな板とか使うと綺麗に皮引けませんのでね。綺麗ですよね。キスの刺身は味もいいんですけど見た目も美しいんですよね。で皮引いたところのまな板見てもらうと分かるんですけど、鱗が1枚もついてないですよね。で鱗をしっかりと取るととても皮が引きやすいし衛生的にもいいので、鱗はきれいに取ってくださいね。こう落としてスッと落ちます。腹骨すいて立ててこうですね。そしたら尻尾の方から包丁を入れて、
で、次は天ぷら用の開きですね。キスは背開きでいきましょうか。なんで背開きにするかというと、キスは背中のヒレの方が強いです。なんで背中から開くことによって、背びれも同時に取ることができます。で、あと背中から開いた方が、開いた形が三角形になって、綺麗なんですよね。さばき方に正解はありませんので、お好きな方でやってください。じゃあ今日は背開きでいきますね。背中の方から包丁を入れます。で、入れたら、ここ、貫通させないように。こんな感じですね。やっぱ鮮度がいいとね、おろしやすいですね。身がクタクタじゃないので。はい、こういう感じになりました。そしたら反対向けて、反対も、こう入れてって、で、真ん中まで行ったら腹骨断ち切って、包丁を立てて、ズズズズズっといって、で、ここまで行ったら尻尾の骨を落とすと。はい、そうすると、こういう見慣れた形になりましたね。で、まだ腹骨がついてますんで、腹骨はこうやってすいていきます。うわ、なんかすごい身が分厚い。腹が分厚いというかね、めちゃめちゃいいキスですね、これ。はい、こんな感じですね。で、気になる方はここのヒレもピンセットで抜くといいかもしれませんね。さっき尻尾の方から行きましたけど、こう、頭の方から行った方がおろしやすいかも。こう、頭の方からこう行って、で、開きました。で、こう行って、で、こうの方が簡単かもしれません。これはお好みですね。やりやすい方でやってもらえればよろしいのかなと思います。トラがね、すごいんですよ。腹骨になってるよ。腹骨食べな。すっごい美味しいらしい。なかなかここまで食いつくことないのに。やっぱ猫も鮮度がいい魚はわかるんですね。はい、では全部さばき終わりました。キスが合計34匹いました。で、サイズも開いてみると、ほんと大小あるなって思いますよ。これとこれなんて全然違いますもんね。でも鮮度がむちゃくちゃいいので、やっぱ開きやすかったですね。じゃあ天ぷらは大きそうなところを2枚いきましょうか。あとはいろんな人にお裾分けだ。じゃあまず刺身を作っていきましょうか。このぐらいのキスは骨も気になりませんので、この片身1枚がお刺身1切れです。包丁はこれ以上入れません。で、ここで一手間加えます。氷水にお塩。で、塩水を作って、塩水処理ですね。綺麗に洗っていきます。もし鱗が残ってても、この状態で落ちますのでね。よし。で、キスの刺身はこれやると、旨味が増しますんでね。ぜひ塩水処理やってみてくださいね。で、塩水から上げてしっかりと水気を落としていく。そしたらこちらを盛り付けていく。そしたら次は天ぷらを揚げていきましょうか。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。ちょっと揚げたてを早く食べたかったので盛り付けは雑ですけども、これはこれでいいですよね。今日は天つゆじゃなくてピンク岩塩。たくさん汗かいたんで体が塩分を欲してますわ。ではこちら、いただきます。マジ？涙が出る。これわかりますかね？身がしっかりしてて肉厚なんですよね。市販のやつとは全然違うね。つい2、3時間前まで海で泳いでたやつですからね。うまー。もう言葉はいらないぐらいうまいっすね。あ、自然ともう手が伸びてましたね。じゃん！銀色のやつ。いや、これやばいと思う。銀色はちょっと、7対3ですね。いただきます。やばいと思う。うますぎるな、これ。ありがてえな。
あんだけ大きかったんですけど、天ぷらにするとちっちゃいですね。次、お刺身。これが好きなんですよね、僕は。キス釣ってきたら絶対これやるもんね。わさびをつけて、醤油にちょんちょんちょんと、いただきます。うまい。油あるなぁ。いいキスだよ、これ。うまー。これね、普通にむちゃくちゃうまいんですけど、やっぱり自分で釣った補正が入ってるから、3割増しぐらいでうまく感じるのよね。うまっ。今日は最高の日。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。というわけで、もうすげえ酒が進んだ。やっぱ程よい疲れっていうのは、お酒とか食べ物を美味しくする一番のスパイスだと思いますね。今日は船釣りでキス行きましたけど、海のある県だったら日本海でも太平洋でも意外と釣れると思いますよ。ぜひキス釣って、お刺身やってみてください。天ぷらはもちろんうまいですよ。だけど、鮮度抜群のキスの刺身っていうのは、釣り人しか買えないんですよ。キスの鮮度っていうのはお金を出して買えるものじゃないんですよね。釣り人の特権ですので、ぜひぜひ、皆さんもキス釣った際は、お刺身にして食べてみてはいかがでしょうか。お酒と一緒に最高です。というわけで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。